富山市内から車で宇奈月温泉駅へ向かい、周辺の観光とグルメを堪能しました。その後、トロッコ電車に乗り、山々川の景観を楽しみながら山道を歩いて黒薙温泉旅館へ行ってきました。この動画を見て富山県の魅力を感じていただけたら幸いです。それでは黒薙温泉へ行ってみましょう。チャンネル登録、いいねボタンをお願いします。今回は私たち夫婦と春犬母の3人旅です。富山市内から車で約1時間、宇奈月駐車場に到着しました。富山私鉄本線、鮮やかなカラーリングに癒されます。宇奈月温泉駅にやってきました。温泉が湧き出る噴水は駅のシンボル的な存在です。温泉の雰囲気を楽しむことができますね。かぼちゃ電車っていうみたいですよ。それでは宇奈月駅方面へ進んでみましょう。おっと、足湯がありますね。自然を眺めながら足を浸すことができますよ。どんどん先に進んでみましょう。こちらは黒部川電気記念館です。黒部川の水力発電に関する歴史や技術を学べます。黒部峡谷鉄道宇奈月駅に到着しました。午後からトロッコ電車に乗るのですが、満席で切符が買えないことがないように早めに購入したいと思います。私はこのトロッコ電車に乗るのは2回目なんですよ。現在能登半島地震の影響により終点の欅平駅には行けず、猫又駅までの運行になっています。またよ12時50分発です。この後熊よけの鈴を購入しました。周辺を散策してみたいと思います。この先に山彦橋があるためちょっと歩いて行ってみますよ。最近運動不足だからちょうどいいです。今見えてきた赤い橋は旧山彦橋ですよ。現在は歩行者専用の橋として整備されています。こちらは新山彦橋。おっと、その前に真下が見える場所を見つけました。下を覗くと黒部川が見えます。新山彦橋は1986年に完成したアーチ橋です。橋の長さは166メートル、渓流からの高さは40メートル。鉄橋を渡る音が反響して山彦のように聞こえるようなことから名付けられたようです。手振ってくれてなんか楽しかったね。時刻は11時、梶賀さんにやってきました。名物の釜飯やおでんをはじめ、お刺身、各種定食などが味わえる老舗です。注文後一つずつ炊き上げる釜飯は人気がありますよ。また地元の人たちにはおでんも人気なんです。朝日生ビール650円、おまかせ5種盛り850円。大根一つ一つが食べやすいサイズにカットされていて嬉しいです。大根は長時間煮込まれているため、とても柔らかく口の中でとろけるような食感でした。おでんが美味しくて他の種類もオーダーしてみました。これは豚串。おでんの出汁が染み込んでいて美味しかった。のどぐろの釜飯2450円。のどぐろの釜飯は人気メニューの一つなんです。のどぐろの釜飯の出汁には昆布や鰹節などの旨味がたっぷりと含まれており、のどぐろの風味が引き立ってます。ご飯はふっくらと仕上がり、のどぐろの旨味が染み込んでました。美味しい。ホタルイカの釜飯1450円。お母さんからもらいました。ホタルイカがたくさん入っていて、そこには香ばしいおこげができていました。季節の山菜、海の幸も一緒に炊き込まれており、季節感を楽しむことができました。これ何？これ名水ポークの釜飯。黒部川扇状地の伏流水と畜作を含む独自の飼料で育てられた豚肉を使用しているようです。温泉卵をトッピングしてみましょう。それではいただきます。名水ポークはジューシーで柔らかいです。卵お肉だね。お肉結構噛み応えある。お肉美味しいよね。美味しい。3種飲み比べセット1000円。左は黒曜、そして中央は
増泉。一番水は幻の滝です。北洋はすっきりとした飲み口や酸味があり、後から日本酒らしい穏やかな香りが追いかけてきます。増泉さえは豊かで奥行きのある味わいと爽快な後口を感じます。一気にいったね。幻の滝は北アルプスの雪解け水を使用しており、しっかりとした酸味と米の旨味があります。どれが好き？僕は近い。毎度あり。さあ次のお店に行きましょう。アルペンチーズケーキさんは今までにない口どけのチーズケーキを提供しているお店なんです。私たちのお目当ては幻のアルペンチーズケーキ。店頭のカフェスペース限定で、その賞味期限はたったの10分なんです。その口どけはまるで体温で溶ける雪のような食感で、香り味わいは濃厚なチーズを感じる新食感なチーズケーキなんです。この赤いソースは黒部産のラズベリーソースです。爽やかな酸味が特徴で、チーズケーキの甘さと絶妙にマッチするんです。はるけんちゃん、お味はどうですか？さあ今からトロッコ電車に乗りますよ。天気は曇り、まあいいでしょう。2号車にお乗りください。いってらっしゃいませ。2号車ね。熊よけの鈴が鳴り響きます。うん。私たちは黒薙駅で下車をします。発車時刻5分前、多くの方が乗車しています。ご乗車ありがとうございます。黒薙方面猫又行きです。次の停車駅は黒薙です。さあ出発です。トンネルを抜けると旧山彦橋が見えてきました。先ほど私たちが手を振っていた場所です。素晴らしい景色ですね。トンネルの中は涼しくて快適です。宇奈月駅から黒薙駅の所要時間23分です。この建物は新柳川原発電所です。湖上に浮かぶヨーロッパのお城みたいですね。おや、猿橋の看板が見えてきました。猿橋は野生のお猿さん専用の吊り橋なんです。お猿さんはいないみたいですね。森市通過いたします。あと約5分のご乗車で黒薙に到着いたします。おお、スリルありますね。黒薙です。お座付き車両右側ドアが開きます。黒薙線1号トンネルは立ち入りが禁止されてます。黒部峡谷の秘湯黒薙温泉に向かうにはこの階段を登っていかなければなりません。まずは歩いて線路を渡りますよ。さあどんな道のりなのでしょうか。うわー、階段が急ですね。黒薙温泉まで600メートル、徒歩20分か。山道が多いためキャリーケースは持っていけませんよ。リュックに必要なものを詰め込みましょう。靴はスニーカー程度で大丈夫です。サンダルだと天候が悪い場合は危険ですよ。結構ね、涼しいんだけど汗だく。もう湿度 100% みたいな感じ。見えてきたのは麓の水力発電所へ水を送る水路管です。怖いね。まだ先は長そうです。おや、水が流れてますね。これ水、これ飲めないよね。ああ、皆さんも飲んではいけませんよ。はるけんちゃんビビっちゃってんじゃん。後ろを振り返ると水路橋が見えました。なんか半ズボンのが良かったな。狭いねここ。お、下りだね。さあ、あと少しでゴールですよ。これ屋根？屋根っぽいね。あ、硫黄の香りがしてきた。おっと、何やらトンネルが見えてきました。このトンネルなんだかわかる人教えてください。ああ、涼しい。
ヤッホー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 。結構ね、山彦帰ってくるよ。チェックインは14時から16時です。少し早めに着きましたよ。おお、見えた。トロッコ電車でしかたどり着けない秘境の一軒宿、黒薙温泉旅館。一泊二食付き12,800円から宿泊できます。旅館の目の前にあるのは薬師堂です。別館にある客室に向かうには急な階段を降ります。途中、私は頭をぶつけてしまいました。私たちが利用する部屋は17号室です。結構広いね。部屋の奥に行ってみましょう。川の音が心地いいですね。窓の外に見える川は黒薙川です。今はそれほど気になりませんが、4月から7月は川の水が多いため音が大きいようです。正面には黒部峡谷の美しい山々が広がっています。テーブルの上にはお茶が用意されてました。テーブルの下には浴衣やタオル、座布団は3人分、自然と調和したシンプルな和室。掛け布団は3セット、敷布団も3セット。敷布団の幅は100センチ、長さは180センチ。扇風機の風量は全開。ハンガーは3セット。持ってきた耳栓は使わなかった。これ案内図だって。でさっき受付してこう降りてきたって感じだよね。でこの部屋が17号ね。でこの女性の湯も近いし内湯も近いんだよね。で大露天風呂はから80メーター、ね、で大露天風呂は混浴ってなってね、水着 OK ってね。旅館の施設を見に行きましょう。まずはトイレ。気になるのは温水洗浄付きの便座かどうか。ラッキーです。すごいじゃん。しかも綺麗。これなら安心です。隣の個室はどうでしょう。外へ出れる扉を開けてみましょう。ここでは出演することができる灰皿が置いてました。この先は黒薙川の迫力を間近で楽しむことができます。この建物は私たちが宿泊する別館です。それでは別館の2階に上がってみましょう。こちらには女性用のトイレがあります。じゃあ上に行こ階段を上ってすぐ左手にあるのは洗い場です。う。これ飲めるっつったっけ。冷たい。おお冷たい。それでは大露天風呂に行ってみましょう。そうそう、この時期はオロロと呼ばれているアブの一種がいますので注意が必要ですよ。この先はトイレがないと。これ80メーターでしたよね。この左側の道は黒薙駅から歩いてきた階段です。これが来た道だ。大露天風呂は涼しい。混浴のため私たちは水着を着用して入ろうと思います。入浴できる時間帯は6時から20時です。到着しました。今回は特別に動画撮影の許可をいただきました。こちらは更衣室。左が男性用、右が女性用です。それでは中に入ってみましょう。この麦わら帽子はオロロ対策でしょうか。大露天風呂泉は宇奈月温泉黒部峡谷の沿線の宿の中では最大級の広さがある。周りは天然石で覆われ、中央には大岩があるダイナミックな露天風呂なんです。川のせせらぎに山の木々に心をゆっくりと癒すことができました。本館の休憩場所に戻ってきました。この旅館には冷房はついてませんよ。現在の時刻は16時。夕食が17時からなので、それまで内湯へ行きましょう。内湯は客室がある別館の下の階にあります。階段を降りましょう。す
すぐ到着しますよ。それでは扉を開けてみましょう。扉を開けると脱衣所、左手には内湯があります。内湯は24時間入浴できます。内湯は熱交換器を使用しているため源泉 100%、 からのシャワーも源泉です。浴室に漂う湯の香りが心も体も癒してくれます。うわー、気持ちいいなー。紅葉のシーズンだともっと景色を楽しめるんだろうな。あなたも一度黒薙温泉旅館に行ってみませんか？夕食会場は本館休憩スペースの向かいにあります。僕外側に行く。外側って見てください、豪華ですね。まずはうなずき地ビール550円。旅館に着いてから初のアルコールですよ。維持産業の昆布締めと刺身、はじめにヒラマサ、歯ごたえがあり食感が癖になります。次に食べるのはコウイカ。新鮮で甘みがあり歯ごたえもいいです。昆布巻きかまぼこは上品な味わいでした。うどの皮のきんぴらはシャキッとした食感でほんのりと苦みがありました。これはお母さんの漬物。ナマスは酢の酸味が程よく効いて美味しい。こごみのごまあえ。山の煮物は地元の山菜をふんだんに使った一品です。色とりどりの山菜が美しく盛り付けられており、その見た目から食欲をそそります。だしの旨みが全体を引き立ててとても美味しくいただきました。イワナの骨酒1800円。骨酒とは焼いた魚の骨を日本酒に浸して風味を引き出したものです。とてもまろやかでイワナの風味がしっかりと感じられます。イワナの味がする。こちらは宿泊予約時に注文が必要です。ホタルイカの沖漬け500円。濃厚な旨みが口いっぱいに広がって美味しかった。こちらも事前に予約が必要です。骨酒に浸ったイワナをほぐしてみようと思います。魚の香りがしてきたね。あ、ほぐれてきた。いいね。こんな感じ？うん、と一緒にね。こんな感じでいいかな。うん、美味しそう。いただきますよ。はい。どう？お酒が薄まっちゃった。イワナ水みたいな。山の天ぷらは地元の新鮮な山菜や野菜を使った一品です。舞茸の天ぷらは外はカリッとしていて噛むと独特の香りと風味が口いっぱいに広がります。これらの天ぷらは黒部の自然の恵みを感じることができ、黒薙温泉旅館ならではの贅沢な味わいでした。立山特別純米酒900円。口に含むと米の自然な甘みと旨みが広がり、後味はすっきりとしています。辛口でありながら透明感のある仕上がりです。美味しいなぁ。鶏の竜田揚げ600円。味付けはシンプルながらも鶏肉の旨みが引き立ち、とっても美味しかったです。なめこと豆腐のお味噌汁。イワナの塩焼きは自然の恵みを感じる一品です。新鮮なイワナをシンプルに塩で味付けし、じっくりと焼き上げることで魚本来の旨みが引き立ちます。外はパリッと中はふっくら。黒部のコシヒカリも美味しかったです。おはようございます。時刻は早朝の5時30分。おー、いいですね。川のせせらぎを聞きながらぼーっと外の景色を眺めています。女性専用露天風呂天女の湯に行きますよ。朝6時から8時の2時間だけは男性専用に切り替わるんです。黒薙川の景色に癒されますね。歩くこと1分程度、更衣室テントが見えてきました。その先には天女の湯があります。ここにはトイレと洗い場はありません。天女の湯は黒部峡谷の絶景を楽しみながら露天風呂を楽しむことができるんです。この高台から黒薙川を見下ろすことができますよ。最高の峡谷美を堪能することができますね。さあ入ってみましょう。
黒部峡谷と湯煙がいい感じです。最高。温まるなあ。とっても癒されます。お肌に優しいしっとりつべつべ天然美肌の湯。ぜひあなたも天女の湯を体験してみませんか？部屋に戻る途中、お休みどころがありました。広いスペースでリラックスできました。窓の外には山側の部屋が見えます。時刻は朝7時。朝食の時間です。階段を上って昨日の夕食会場と同じ東食堂へ向かいます。うわ、朝食メニューも見事です。冷ややっこは新鮮な豆腐の風味がしっかりと感じました。お漬物はご飯のお供にぴったりです。味付け海苔が嬉しいです。ふきの炒め物は風味が豊か。わらびの昆布締めは奥深い味わい。温泉卵はプルプルとろり。黒部山コシヒカリはふっくら。お味噌汁は具材が豊富。煮物も山の幸がたくさん。右酢は塩加減が絶妙で美味しかったです。温泉コーヒーはまろやかでした。今回の旅の感想は、トロッコ電車に乗って黒薙駅から山道は冒険気分で楽しかったこと、黒部峡谷の自然に囲まれて静かな環境でリラックスできたこと、混浴大露天風呂や天女の湯からの景色は絶景で、そして何といっても食事が美味しかったことです。黒薙温泉旅館、ぜひおすすめですよ。ありがとうございました。どうもお世話になりました。黒薙温泉せんべい。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンをお願いします。